故の場合の措置。無人航空機の事故が発生した場合、操縦者は以下の措置を直ちに講じる必要がある。1、飛行の中止。無人航空機の飛行を即座に中止する。2、負傷者の救護、通報。負傷者がいる場合は適切な救護を行い、必要に応じて警察、消防に通報する。3、危険防止措置。火災発生時には消防への通報を行い、二次災害を防ぐ。4、報告義務。事故の日時、場所を国土交通大臣に報告する。無人航空機の事故とは、以下の事態を指す。人の死傷、重傷以上、第三者の所有物の損壊、損害規模不問。航空機との衝突または接触、損傷の有無にかかわらず報告義務あり。重大インシデントの報告、事故に至らないものの、発生の可能性がある、重大インシデントも報告義務がある。対象は以下の通り、飛行中の航空機との衝突や接触の恐れ。無人航空機による軽傷、重傷未満の人身事故。無人航空機の制御不能。飛行中の無人航空機の発火、罰則、事故発生時に必要な措置を講じなかった場合。2年以下の懲役または100万円以下の罰金。事故の報告を怠る、または虚偽報告をした場合。30万円以下の罰金。事故インシデントへの対応。事前に緊急連絡先を定め、事故発生時には以下の対応を取ること。負傷者の救護と警察、消防への連絡。飛行ログなどの記録保存。無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領に従い、速やかに国土交通大臣へ報告。事故報告に関する対応で正しいものを選びなさい。1、墜落した無人航空機が自分の所有物に損傷を与えたため、報告を行った。2、無人航空機が公園のベンチに衝突したが、軽微な損傷だったので報告はしなかった。3、無人航空機が墜落し、第三者の所有する車両に接触したため通報を行った。正解3。重大インシデントに関する報告義務について、最も適切なものを選びなさい。1、飛行中に無人航空機の制御が不能になり、緊急着陸を行ったが、被害がなかった場合の報告は不要である。2、無人航空機が飛行中に発火し、地上には影響を与えなかったが、報告を行った。3、無人航空機のバッテリーが充電中に発火したため、重大インシデントとして報告を行った。正解2。Strutting on the catwalk, lights so bright. Shades hide the future, feeling right. Rhythm in my steps.